ラグナロードモン。3弾で初収録され、スタートデッキの看板も飾ったラグナロードモン。レベル7デジモンで戦う当時としては珍しいデッキでしたが、必要札が多く環境での活躍はあまりありませんでした。ですが、新ギミックブラストジョグレスと新規カードでの進化ラインをもらい、新たなデッキを組むことができるようになりました。目玉カードであるラグナロードモンエースは、赤黒のレベル6から5コストで進化できるレベル7デジモンです。このデジモンは通常のジョグレス進化の他に、新ギミックブラストジョグレスを持っており、通常のブラスト進化はできませんが、カウンタータイミングに場と手札にジョグレス条件のデジモンがいれば、ジョグレス進化をすることが可能です。1点注意なのが、通常のジョグレス条件は赤および黒のレベル6デジモンとなっていますが、ブラストジョグレスの場合は、デュランダモンとブリュエルドラモン指定でのジョグレスのみとなりますので、気をつけましょう。その効果は、突進と再起動を持っており、登場時進化時に相手のセキュリティを上から1枚破棄し、相手ターン終了まで相手の効果を受けない。その後、ジョグレス進化していたなら、相手デジモンを全て対価1し、相手デジモン1体を消滅させます。初のレベル 7S デジモンとして収録され、オーバーフローごとデメリットも大きいですが、1ターンだけとはいえ、マグナモン X 交代に続く完全耐性を持つデジモンです。そしてズバモン系譜、ルドモン系譜もそれぞれ新規が収録されており、強力な進化元効果と必要コストを払い、手札から自身を進化元に入れることで発揮する新ギミックを携えています。ズバモン、ルドモンはそれぞれ自身と同じ色及びサクットモン、カッキンモンからゼロコストで進化できるレベル3デジモンで、共通効果として自身の進化元が増えた時にワンドローできる効果と、コストを払い自身を場の同レベルのデジモンか特徴にレジェンドアームズを持つデジモンの進化元に入れることで発揮する固有効果を持っています。ズバモンは1コスト払い手札のこのカードを場の同レベルのデジモンか特徴にレジェンドアームズを持つデジモンの進化元に入れることで、そのデジモンの DP をターン終了までプラス4000します。進化元効果は自身のターン中 DP プラス2000。ルドモンは1コスト払い手札のこのカードを場の同レベルのデジモンか特徴にレジェンドアームズを持つデジモンの進化元に入れることで、そのデジモンの DP を相手ターン終了までプラス2000します。進化元効果は相手のターン中 DP プラス2000。ズバイガーモン、ティアラドモンはそれぞれ自身と同じ色及び特徴にレジェンドアームズを持つレベル3から2コストで進化できるレベル4デジモンで、ズバイガーモンは効果で自身の進化元が増えた時、ターン終了まで突進と貫通を得る効果と、ズバモンと同じく1コスト払い手札のこのカードを場の同レベルのデジモンか特徴にレジェンドアームズを持つデジモンの進化元に入れることで、そのデジモンの DP をターン終了までプラス4000します。進化元効果もズバモンと同じく自身のターン中 DP プラス2000。ティアルドモンは効果で自身の進化元が増えた時、ターン終了までブロッカーと再起動を得る効果と、ルドモンと同じく1コスト払い手札のこのカードを場の同レベルのデジモンか特徴にレジェンドアームズを持つデジモンの進化元に入れることで、そのデジモンの DP を相手ターン終了までプラス2000します。進化元効果もルドモンと同じく相手ターン中 DP プラス2000。デュラモン、ライジルドモンはそれぞれ自身と同じ色及び特徴にレジェンドアームズを持つレベル4から3コストで進化できるレベル5デジモンで、デュラモンはズバイガーモンと同じく効果で自身の進化元が増えた時、ターン終了まで突進と貫通を得る効果と、固有効果として2コスト払い手札のこのカードを場の同レベルのデジモンか特徴にレジェンドアームズを持つデジモンの進化元に入れることで、そのデジモンにターン終了までセキュリティアタックプラス1を付与します。進化元効果は自身のアタック対象が変更された時、相手のセキュリティを上から1枚破棄します。ライジルドモンはティアルドモンと同じく効果で自身の進化元が増えた時、相手ターン終了までブロッカーと再起動を得る効果と、固有効果として2コスト払い手札のこのカードを場の同レベルのデジモンか特徴にレジェンドアームズを持つデジモンの進化元に入れることで、相手ターン終了まで相手デジモン1体にメインフェーズ開始時に強制アタックさせる効果を付与します。進化元効果はお互いのターンに1回、自身が自分の効果以外で消滅するとき、進化元から特徴にレジェンドアームズを持つカード1枚を破棄することで消滅しない。究極体のデュランダモン、ブリュエルドラモンはそれぞれ自身と同じ色及び特徴にレジェンドアームズを持つレベル5から4コストで進化できるレベル6デジモンで、完全体までが進化元が増えた時に得ていた効果をデフォルトで持っています。デュランダモンは突進と貫通を持っており、進化時に自分のデジモン1体でアタックできる疑似進撃効果と、3コスト払い手札のこのカードを場の同レベルのデジモンか特徴にレジェンドアームズを持つデジモンの進化元に入れることで、そのデジモンの DP 以下のデジモン1体を消滅させます。進化元効果は貫通と、自分のターンこのデジモンがラグナロードモンであれば、このデジモンがチェックしたセキュリティのセキュリティ効果は発揮しません。進化時効果の自分のデジモン1体でアタックできる疑似進撃効果は自身である必要がないのと、進化元効果の貫通はラグナロードモンである必要がないので覚えておきましょう。ブリュエルドラモンはブロッカーと再起動を持っており、進化時に自分のデジモン1体に相手ターン終了まで相手デ
デジモンの効果への耐性を付与する効果と、3コスト払い手札のこのカードを場の同レベルのデジモンか、特徴にレジェンドアームズを持つデジモンの進化元に入れることで、そのデジモンの DP 以下の相手デジモン全てを対価1させます。進化元効果はブロッカーと相手のターン、このデジモンがラグナロードモンの間、このデジモンは自分の効果と消滅以外でバトルエリアを離れません。なので、ライジルドモン、ブリエルドラモンが進化元にある状態のラグナロードモンは、消滅耐性と消滅以外で場を離れなくなりますので、対価進化元発揮か、リバイアモンの複数消滅くらいしか除去方法がないので、対処できないデッキに関しては除去がほぼ無理な状態になってしまいます。基本的な戦術は、育成エリアで完全体まで育て、ブリエルドラモンに進化し、効果耐性を持った状態で相手のアタックを誘い、ブラストジョグレスを狙っていきます。相手がアタックを渋る場合は、新規のライジルドモンの強制アタック効果を有効活用するか、ラグナロードモンの無敵効果は通常進化でも発揮可能なので、通常進化で無理やり有利な盤面を作っていきます。とはいえ、レベル7デジモンが主役の関係上、まずはレベル6デジモンを立てなければいけません。それをサポートできるのが、新規で収録された伝承されし救滅の真相。このオプションは赤黒の3コストオプションですが、自分の場に特徴にレジェンドアームズを持つデジモンがいるとき、色条件を無視できます。その効果はメイン効果として、自分のトラッシュから特徴にレジェンドアームズを持つデジモンカード1枚を自分のデジモン1体の進化元の下に置ける。その後、このオプションをバトルエリアに置く。さらにディレイ効果として、自分のデジモンが自分の効果以外でバトルエリアを離れるとき、そのデジモンの進化元から特徴にレジェンドアームズを持つカード1枚をノーコストで登場可能です。ですので、手札を破棄しつつドローできるスパーダモンと合わせて使うことで、小粒デジモンから大型デジモンを展開することが可能です。本デッキのデジモンは混色ではなく、赤及び黒の単色デジモンで構成されていますので、専用サーチ札である3段のズバモン、ルドモンをメインサーチ札とし、各種メモリーブーストで必要パーツを揃えていきます。一度ジョグレスしてしまえば場を制圧することができるので、いかに早くラグナロードモンになれるかが本デッキの勝利の鍵となっています。一度噛み合いを見せると突破が難しいこのデッキ、本環境での活躍が期待されています。